皆さんどうもこんにちは。統率戦大好き黒高です。今回は2020年8月7日発売のマジック・ザ・ギャザリングの新セットダブルマスターズに収録されるカードを紹介していきたいと思います。で今回ダブルマスターズということで、なんとプレビューカードもダブルで2枚となってます。そして僕が紹介するということで、もちろん統率戦向けのカードです。皆さん統率戦を遊んでいて土地がなかなか引けずに困った経験があるんじゃないでしょうか。1枚目のプレビューカードはそんな時に頼りになるカードです。それでは紹介します。1枚目のプレビューカードは土地税です。土地税は白1マナのエンチャントで、あなたのアップキープの開始時に対戦相手が1人あなたよりも多く土地をコントロールしている場合、あなたはあなたのライブラリーから基本土地カード最大3枚を探し、それらを公開してあなたの手札に加え、その後あなたのライブラリーを切り直すを選んでもよいというカードです。ここからは統率者視点で土地税のいいところをご紹介します。1つ目は1ターン目から設置できて、手番が1番手でない限りほぼ確実に基本土地3枚をサーチできるというところです。統率者戦では基本的に対戦相手が3人いるので、自分より土地を多くコントロールしているプレイヤーがいる可能性が高いです。なので土地税の対戦相手が1人あなたより多く土地をコントロールしているという条件を満たして土地をサーチできることがよくあります。これは対戦相手が多くいる統率者戦ならではのメリットです。2つ目は緑が入っていないデッキでも土地を大量にサーチできるというところです。緑は土地サーチが得意な色なのでマナ基盤を安定化させやすいです。しかしデッキに緑が入っていないとほとんど土地サーチができません。そこでこの土地税を使えば緑を含まないデッキでも土地を大量にサーチしてマナ基盤を安定化させつつ、さらにカードアドバンテージも得ることができます。例えば統率者が太陽間のヘリオットや埋葬符をまとう者エイスリオスなどの神クリーチャーの場合、土地税で心身を増やしつつ土地を安定供給できるのでとても相性がいいです。土地税は基本土地を3枚もサーチできるので、その後確実に土地をプレイできるようになり、土地が引けなくなる事故を防げるとても統率戦でおすすめのカードです。統率戦では強力なアーティファクトが多くあるので、アーティファクトが大好きという方が多くいるかと思います。2枚目のプレビューカードはそんなアーティファクト大好きな方たち向けのカードです。それでは紹介します。2枚目のプレビューカードはエーテル先生会の法学者です。エーテル先生会の法学者は白の2マナのクリーチャーで、このターンアーティファクトでない呪文を唱えた各プレイヤーは追加のアーティファクトでない呪文を唱えられないという能力を持ったカードです。それでは統率者視点でエーテル先生会の法学者のいいところをご紹介します。1つ目はアーティファクト満載のデッキで使えば対戦相手の行動だけを制限することができるところです。エーテル先生会の法学者の能力は自分を含む全てのプレイヤーが影響を受けるので、何のシナジーもないデッキで使うと自分もカードをプレイしづらくなってしまいます。そこでアーティファクト満載の統率者、例えばエーテリウム造物師ブレイヤデッキや装備品満載の上級建設官スラムデッキでエーテル先生会の法学者を使えば、自分はデッキにアーティファクト満載なので制限なくカードがプレイできて、対戦相手だけカードのプレイを制限することができます。エーテル先生会の法学者の呪文制限能力はエルフなどの軽量クリーチャーを連打してくるデッキに対してとても効果的です。2つ目のいいところはエーテル先生会の法学者自身がアーティファクトでありクリーチャーというところです。まずアーティファクトなので発明品のうねりや関空の伝令などの即席カードのコストに当てることができます。またブルードスターやマイコシンスのゴーレムなどの神話カードのコストを軽減することもできます。さらに橋の主テゼレットや覇者シャルムなどで墓地から回収することもできます。アーティファクトでありなおかつクリーチャーなので精霊信者の剣や真理と正義の剣を装備して攻撃を仕掛けることもできます。エーテル先生会の法学者はアーティファクトシナジーを生かした統率者デッキで特におすすめのカードです。皆さんは土地税とエーテル先生会の法学者についてどう思いましたか？ぜひ下のコメントに書いていってください。この動画が気に入っていただけたらぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。